あと5ヶ月か。なんか何にも考えられないな。あんまり時間もないのに。あと5ヶ月。私は何を。よーし、それじゃあ行くよ。ナギさんも絶対聞いててよ。いけない。歌を教えるって約束だし、アンの前ではちゃんとしないとね。じゃあ聞かせてもらおうかな。高音のところバッチリ練習してきたんだから行くよ。アン、本当に上手くなったな。一月前とは別人みたい。この間教えたばっかりのことももうものにしてるみたいだし。どうだった？うん、やるじゃん。高音綺麗に出るようになったね。本ほんとアンに嘘なんかつかないって。当？ありがとう。なるほどね。じゃあこんな感じかな。あ、よくなった。本当に勘がいいな。私も昔こんな風に町の人たちに見守ってもらってたな。発声の仕方とか歌との向き合い方とか教えてもらって。この町があったから今の私がある。この町で歌を好きになって歌を練習して剣に出会えてみんなでいろんな夢を見て、それで私やっぱり最後はこの町で飾りたいな。大好きなこの場所で。うん、決めた。最後に何をやるのか。ねえ、どうだった？見違えるほど良くなった。あんだったらもっともっと上手くなれるよ。やったー。よーし、このままナギさんより上手くなっちゃうから。そしたらナギさん、私と一緒にイベント出てよ。一緒に。今よりもっと成長したアンと歌えたらきっとすごく楽しいんだろうな。でもその時には私は。そうか、もしかしたら。こんな時間に呼び出してどうしたんだ、ナギ。今日は体調は大丈夫なのか？うん、平気だよ。心配してくれてありがとう。あのね、私決めたんだ。最後に何をするのか。もう答えが出たのか？うん、なんか思ったよりさらっと決まっちゃった。私、最後にこの町でイベントをやりたい。イベント？この町でか？うん。大好きなこの町で歴史に残っちゃうくらいの最高に熱いイベントを作りたい。そう思ってるの。
私が二人にこんなお願いするのは本当にわがままだって思うけど。ねえ、タイガ、ケン。一緒にやってほしいんだ、このイベントを。気持ちはわかるが、その体で本当にできるのか？先生にはもう相談したんだ。最後にどうしてもやりたいことがあるから、その協力をしてほしいって。まあ、無茶だからおすすめできないって言われちゃったけど、何回もお願いしたら分かってくれてさ。だが、今日ね、アンに歌を教えてた時言われたんだ。いつかナギさんより上手くなるから、その時は一緒のステージで歌おうねって。その時ハッとしたんだ。私はアンと同じステージに立つことはできないんだなって。でもね、私がいなくなってもきっとアンは、アンだけじゃない。この街で誰かがずっと歌い続けていく。私が、タイガとケンがこの街で歌ってきたみたいに、昔の私たちと同じように。それで思ったんだ。そういう昔の私たちみたいな誰かが今度やる私たちのイベントを見て何か感じ取って、それで最高の音楽をやっていったとしたら、私たちの夢はその子たちと一緒に歩いていけるって。ナギ。俺たちの次の世代か。なるほどな。俺も親になったから少しはわかる。若いやつが育って俺たちのさらに先を進む姿は、きっとそれだけで希望になる。じゃあ。ふざけんじゃねえぞ。タイガ。最後にここでイベントをやるってのは構わねえ。ナギの最後だ。俺も叶えてやりてえ。だがな、その次の世代に俺たちの夢の先を歩かせるって考えは許せねえ。俺は顔も名前も知らねえ奴に俺たちの夢を譲る気はねえぞ。タイガ、ナギが言いたいのはそういうことじゃない。ナギは夢を託したいと。物は言いようだろうが。ナギ、お前はここでお前の夢を、俺たちの夢を他人任せにしていいのかよ。その夢は俺たちに託せばいいじゃねえか。俺とケンはまだ歌える。お前の分も背負っていける。俺たちの音楽を必ず世界一にしてみせる。そんで世界一でけえ箱でお前に見せてやる。あの世で耳栓してたって聞かせてやるよ。俺たちの音楽は確かに世界一だった。お前の夢は叶ったって。それが俺にできるたった一つのタイガ。ありがとう、お兄ちゃん。でもね、私のためだったらしなくていい。私、二人には二人の好きな道を進んでほしいんだ。ほんと、タイガはいつも乱暴だし、ケンはしれっとしてるけど案外無茶するし、手のかかる連中だけどさ。やっぱ好きなことに向かってはちゃめちゃにやってる二人が一番好きだから。とにかく私が言いたいのはイベントやろうってこと。
ミュージシャンとしての最後は最高の場所で最高の仲間を集めて最高の時間を作りたい。それはタイガも協力してくれるんでしょ？あじゃあ決定ね。私は会場の話通してくるから、2人は共演してくれる仲間を探してきて。わかった。ナギ。このことアンにはいつ伝える？ああ、ごめん。しばらく伝えないでほしいかな。あいつが受け止めきれないからか。それもあるんだけど、もう一つ理由があるんだ。理由？なんで？私が死んじゃうからっておばさんまでお店畳んじゃう必要ないでしょう。そっか、ごめん。コルマで亡くなるなんて寂しくなっちゃうな。え？ああまあ、大丈夫だよ。今の私はイベントのことで頭いっぱいだから。もう名前も考えてるんだ。まだ内緒だけどね。おばさん、ほんといつもよく気づくんだから。けどありがとね。ナギは朝から病院か。悪化してないといいが。おう、よく来てくれたな。今日の練習はよろしく頼む。まだ気持ちの整理がつかないんだろうよ。なあ、すんなりな。あいつらもそろそろ来るんじゃないかと。あいつらとはメジャー時代から競い合ってきた仲だ。きっと誘いに乗ってくれると思ってた。こっちこそ恩に切るぞ。お前らが参加してくれてありがたい。ごめん、お待たせ。ちょっと思ってたより長引いちゃった。全然バッチリとはまあ言えないけどさ。でもやるからには絶対本番までには仕上げておくから。それにイベントやるぞって思ったら治療も結構頑張れるんだよね。ってわけで早く練習しようよ。病院退屈だったからうずうずしてんだよね。ああ、それじゃあ始めるか。
それだけあいつは今回のイベントにかけてるんだろう。おう、ありがとな。ナギはどうした？ジャケット忘れたから取ってくるとよ。そうか。ナギ、今日の調子は良かったな。まあ、このまま本番まで行かせてやりてえな。そうだな。ん？まさか。ナギ！おい、大丈夫か？あ、ごめん。平気。見苦しいとこ見せたね。何を？今強がってる場合じゃねえだろうが。すごい汗だ。水持ってきてやるから少し待ってろ。落ち着いたか？ちょっと痛み止めが切れちゃったんだけど、今はもう大丈夫。そうか。それならよかったが。うん。今日の練習さ、すごく楽しかったんだよね。みんなで歌って、こだわりポイントでちょっと喧嘩して、また歌って。こんな時間がずっと続けばいいなって思った。でも、こういうことあると、そういうわけにもいかないんだなって思って。わかるんだ。体、どんどん悪くなってるって。気持ち悪くなることが増えて、痛み止めが効かなくなっていって。本番までは意地でも耐えてみせるけど、でも、その後はきっと。ナギ。ああ、おばあちゃんになってもこの町で歌ってたかったな。大河と私は一生独身。白石夫婦はずっと仲良しで、それでアンも私みたいないい女になって、この町でずっとずっとずっと。死にたくないよ。ここにいたい。まだ歌いたい。ここでみんなと一緒に生きていたいよ。ごめん。一番みっともないとこ見せちゃった。バカな。強がるんじゃねえって言ってんだろ。俺たちは家族なんだぞ。ごめんね、タイガ。ねえ、タイガ、ケン。なんだ？一つ
つ変なお願いしてもいいかな。変なお願い？私がいなくなったらね。